良さそうですね。完成です。完成しました。こっちか。100均のケースに全てセットした感じですね。ここにブレッドボードつけて、これが書き込みライター、じゃあ書き込み用の基板ですね。これがピックキットです。穴開けて、こうやって使っていくスタイルですね。100均のケースにしまっていくと。これだな。はい。これでワンセットという形で使っていきます。はい。はい、今回は車作っていきます。中古で買ってきたやつです。結構昔のやつですね。フォルクスワーゲンゴルフラビットですね。キットの内容を見ていきましょう。かわいいプロポーションですね。中古ですけど、クリアパーツ綺麗にね、保存されててよかったです。結構繊細に型が抜かれてます。意外と富士見製のキットですが、繊細な型って感じですね。あとデカールか。デカール。黄ばみも多少出てますけど、使えなくないかなという感じです。はい。じゃあ、下ごしらえをしていきたいと思います。
仮組み終了です。まあ、全体をヤスリ掛け、してですね、サーフェイサーを拭いて、さらに、まあ、ヤスリを入れて、で、面を整えた感じです。まあ、アンテナ部分は真鍮線で置き換えをしました。で、足元は、まあ、ステアリングが、ね、操舵できるタイプではないので、まあ、こういった形のね、スチールの丸棒で、タイヤをつなぐタイプです。で、まあ、このタイプのやつは、まあ、左右にこう、タイヤがずれてしまうという、まあ、長さがちょっと、まあ、長めにできているので、その長さを削るなどしてですね、まあ、こういったジグもつけてますけれども、タイヤの位置を固定したという状況です。はい。まあ、大体これで形まとまりましたので、塗装の段階にね、入っていこうと思います。いくつか塗装しました。シャシーと、シャシー裏につく、まあ、なんだろう。サスペンション周りの部分かな。シャシー。ね。それから、バスタブ状のコックピット部分というかね。これは両サイドのパネルがですね、ちょっとシンプルすぎるなと思って作りが切り取りました。これからモデルを造作というかね、改造していきます。で、本体の方は、まあ、サーフェイサー後に、まあ、ウィノーブラックで塗装してるんですが、まあ、これわかるかな？ちょっと柚子肌感があるんでね、磨きを入れて再度、塗装し直しの予定です。磨きはまず2000番でいきます。紙やすですね。まあ、リャンってつけている状態で、これで軽く磨いていきます。インテリアのドアパネルっていうのかな。作り直しました。まあ、ね、ガラスを開閉させるためのハンドル棒と取り付けた感じです。まあ、あんまり見えないところではあるんですが、それから、それぞれサーフェイスをかけたところですね。で、メーター部分はね、くり抜きました。後から加工します。で、これも、溝をね、ある程度見直して、凹凸をはっきりさせた感じです。塗り分けが終わったので、マスクを剥がしていきます。こんな感じですね。プラモの中に仕込む基板を切り出したので、これに、まあ、EIC マイコンをね、セットしていきます。マイコンのチップ搭載完了ですね。ハンド付け終わりました。ここから、まあ、ね、5V の電源を回して、各 LED をセットして
つなげていく感じです。このジグが結構使えるのでおすすめです。その高くないですね。Amazon で買いました。ハンダ付けの際大活躍です。途中経過です。間あんまり撮影してなかったんですけど、これね、ベースに、ネジで留め付けられるようにして、本体のシャシー固定できるようにしました。タイヤ周り、足回りもですね、ちょっと、金属のバーでホイールを留め付けるような、キットだったんですけど、ちょっと長すぎちゃってね、左右にブレるような感じがあったんで、金属棒自体をヤスリでこすって短くしてですね、でいいとこで止まるように、手を加えまして、タイヤ位置がね、決まるようにしました。これからデカールとか貼って、調整をしていく予定です。細かい部分。こうちょっと見えてますけどね。中にLED を仕込みまして、電気がね、つくように、あちこちライトがつくようにしようという改造をしてます。本体も、磨き入れてね、これ話したかあれだけど覚えてないですけど、クリア吹く前にこっちはやっちゃったんで、一回ドボンしてやり直した後です。で、クリア、吹いて、研ぎを入れた状態でですね、各部にこういった感じでね、電化の処理をどんどん進めているということですね。だいたい配線が終わって、これから、そうですね、最終で、ちょっとね、インパネ周り、このインパネもね、ここにタコメーターとか、メーター類を、デカールで入れてあるんですけど、これも後ろから光らせようと思って、ボックスを後ろに作って LED を仕込んでいます。これもね、本体側につけると接続が難しくなってしまうので、ここにジグをつけて、本体のこの位置ですね、にセットして、本体側に配線をセットしてですね、ここで留め付けると。こういった形ですね。本体側に配線を施して、上からクリアパーツはめないといけないですけどね、その時に配線を施した後に、これ全体を差し込めるようにすると。で、こっち側には、コネクタを用意してますので、ね、ここに溶接じゃねえや。ハンダ付けして、こういった形で本体とつなげて閉じるということで、こっち側には、ライトを点滅できるような仕組みをね、取り付けていく予定です。結構時間かかってます。内装ですね。ちょっとこのパネルがですね、かなり簡略化されたので、ドアハンダル等々、ちょっと加工して作り直しました。ほとんど見えないんですけども、ドアポケットつけたりとか、ハンドル、マルのハンドルですね、つけたりとかしました。で、これにね、デカールを貼っていこうと思います。
デカールが結構厚めなので、マークフィットで表面を塗っておきたいと思います。細部の塗り分けを行っていってます。まあこれだいたいクリアオレンジとクリアレッド塗り終わっていきますが、まあフレームのね、黒いフレームの部分をちょっと強化していきます。ちょっと塗ってあるんですけど、こんな、ちょっと後で補正もしていきますね。クリアパーツがですね、若干傷があるんで、これをまあ磨いていこうかなと思います。まあ紙やすを使っていこうと思います。だいたい磨いて、まだちょっとね、薄い傷が残ってるんで、もう少し磨きますけど。まあこっち、フロントはまあまあいい感じになってきてるかなと思います。で、まあなんで磨いたかっていうことの一つに、ちょっとわかるかあれですけど、ここですね。ちょっとね、クリアパーツの継ぎ目の、なんですかね、型に流した時の、まあ、この機材というかね、クリアパーツのその素材がですね、ここで継いだっぽくてですね、ラインが入ってですね、これを消そうっていうのが、まあ、主な目的で、こっちがまだちょっと傷残ってるんですけど、結構目立たなくなりました。まあ、同じようなやり方で、こっち側の方にね、消していこうかなと思います。クリアパーツ磨いたので、このフロントガラス用のデカールできます。ナンバープレートですね。乾かしていきます。だいたいまとまってきました。まあ内装はだいたいこんな仕上げですね。まあクリアと艶消し半々ぐらいでね、少し抑え気味のマットにしてます。で、各まあクリアパーツは磨きが終わりまして、これから本体に組み込んでいきます。本体の方は、まあこっちに、まあマニュアルとは違うんですけど、インパネをこっちにセットする。まあコックピット周りをね、こっちにセットするっていう形で作ってます。まあ配線をする必要があるのでね、まあここに入れてると。メーター類を、ね、光らせようと思ってますので、配線してます。なので、まあ、ここね、後付けできるように、ここに組み込みでね、はめ込みができるようにしてあります。で、これに、ガラスを、クリアパーツですね、をはめて、最後本体とつなぐというスタイルでいきます。クリアパーツを取り付けました。まあ、エポキシ樹脂と、まあ、クリア接着剤ですね。
を使って取り付けた感じです。これウォッシャーノズルを先端につけているやつですね。切り落として保管してました。これを復元します。ワイパーつけます。サイドパネルのモールドを貼り付けていきます。その他の部分も貼っていきます。こういった感じで表面のステンレスの板、0.3 ミリの板を貼り付けています。ちょっと分かりづらい。こんなですね。ドアハンドルですね。これつけておしまいです。もう一個というか、まだ最後のありましたね。ナンバープレートです。最後、ちょっと磨きを入れます。モデリングワックスですね。これでケースに入れ終わりました。ホイールもね、塗り直しまして、全体に手を入れた状態です。裏側には、配線を施してありますので、これは開ける必要ありますけど、各部、電飾が光るような形で完成できました。以上です。For your safety.